れ様です。今回は牛肉を使ってビリヤニを作ります。ほんのり和のテイストに乗せて日本人に馴染みのある味にして仕上げようと思っています。最近人気急上昇中のビリヤニですが、ポテンシャルはまだまだこんなもんじゃないと思っているので、このチャンネルではどんどんその可能性を探って皆さんに共有していきたいと思っています。では早速作っていきますが、まずは下準備から。バスマティライスと昆布をそれぞれ水につけておきます。水につけておかないといざ加熱の時に食材の中に火が入りにくいので重要な作業です。特にバスマティライスはお米の伸びが変わってきて仕上がりのふわふわ度に差が出るので、1時間ぐらいは浸水させておくことをお勧めします。食材の準備が終わったらビリヤニの元のカレーの部分を作っていきます。これとお米を一緒に重ねて炊くことでスパイシーで旨味の詰まったビリヤニに仕上がります。フライパンに油をひいてちょっと雑めにホールスパイスを加えたら弱火で加熱します。少量で作るときに油が少なくてもホールスパイスが油の中に浸かるようにフライパンを少し斜めにするのが個人的にこだわりのポイントです。こうやってじっくり油の中に香りを移していきます。ホールスパイスが煮られてる絵ってなんか好きなんですよね。ちょっとずつ様子が変わっていってでずっと見れます。パンとか焼き菓子の焼けていってるとこもずっと見れちゃいます。で、ホールスパイスが色づいて香りがしてきたらクミンを加えます。クミンは小さくて焦げやすいので入れたらすぐにみじん切りにした玉ねぎを入れちゃいます。そしたらこの玉ねぎが茶色くなるまで炒めていきます。焦げそうになったら水を加えながらしばらく加熱して茶色くなったらすりおろしたニンニクと生姜を加えます。すりおろすのって結構めんどくさいので市販のチューブでも大丈夫です。そしたら青臭さがなくなるまで加熱します。ニンニクと生姜を炒めたらパウダースパイスと砂糖を加えます。すき焼きなんかもそうですが、牛肉と砂糖って合いますよね。それに甘辛な味って日本人の舌に馴染みがあるし、絶対気に入ってもらえると思います。しばらくパウダースパイスと砂糖を炒めて香りを引き出したらここで牛肉を加えます。今回は牛バラの切り落としを使ってます。高いのでね、ちょっと安めのやつを、お財布に優しいやつを使ってますが、これでも十分美味しくなります。全体の色が変わるまで炒めたら昆布をつけた水を昆布ごと加えてカツオと醤油も加えます。で、弱火でじっくり温度を上げていって沸いたらそのまま蓋をせずに煮詰めるようにして10分ほど煮込みます。実は牛肉って旨味成分は鶏肉や豚肉と比べると少ないので、今回だとカツオと昆布の出汁で保管しています。10分経ったら昆布は取り除いておきます。そしたらビリヤニの元の部分はこれで完成です。次はバスマティライスを茹でていきます。しっかり浸水させて白っぽくなったと思います。水気を切っておいてお湯を用意して 2% の塩、スターアニス、少量の油を加えます。お湯が完全に沸いたらバスマティライスを入れます。ちょっと温度が下がるので再沸騰するのを待って沸いたら弱火にして5分茹でます。ビリヤニにする場合後で重ねて炊くので、バスマティライスだけで食べる場合と違って茹でるのは短めにして半生ぐらいで止めておきます。で、その間に炊飯用の鍋に先ほどのカレーを入れておきます。偏りがないように全体に広げて、これでバスマティライスを迎える準備は整いました。ここからはスピーディーにやっていきます。茹で上がったらバスマティライスをざるに上げて湯切りします。
そのまま炊飯用の鍋にささっと素早く移します。これまた偏りがないように全体に広げたら、上からクレソンを振りかけて蓋をします。超本格的にやるなら少しの香りも熱も逃げないように小麦粉に水を混ぜて練ったものを縁に貼り付けて完全に鍋を密封させますが、めんどくさがりな自分には無理な工程な上、密閉性の高い鍋もないので、アルミで包んでわずかでも密閉性と保温力を上げています。で、強火で加熱して蒸気が出てきたら弱火にして10分待ちます。この漏れ出る香りもめちゃくちゃいい。加熱し終わったらこのまま10分ほど蒸らします。蒸らし終わったらいよいよ完成です。この中身が見えないけどめちゃくちゃいい香りしてくるのがすごいワクワクしますね。全体を底の方から軽く混ぜます。白と茶色の部分がまだらぐらいで大丈夫です。全体が混ざったらお皿に盛り付けます。パラパラふわふわでいい状態に仕上がっていると思います。ふわふわすぎてほぼ空気なのか、ビリヤニはいつも食べるというより飲んでます。いただきます。仕上げはクレソンと副菜に、冷蔵庫にあったキャロットラペとキャベツのトーレンを乗せてます。これまた美味しいしレシピもあるので、よかったら概要欄から見てみてください。で、肝心のビリヤニもたまらないです。スパイスと旨味の乗った牛肉が柔らかくてバスマティライスとよく馴染んでます。美味しいのでぜひ試してみてください。ご視聴ありがとうございました。動画ご視聴ありがとうございました。で、今回作ったビリヤニに、使っているバスマティライスなんですけど、こちらの、ダワットのクラシックのものを使っています。で、特徴としてはそのバスマティライスっていう感じの香りが強くて、お米の食感も割としっかりある方だと思います。バスマティライスに関しては結構いろいろ試してきたんですけど、種類も多いですし、それぞれ良さもあったりするので、そのうちなんかまとめて作ってみて動画で比較してみるのも面白いかなとも思ってます。このダートおすすめですので、よかったら使ってみてください。では。